このシナリオより俺のコンテの方がはるかに面白いと思うんですけどとか言うと、丸山さんがこのなんだお前のコンテの面白さはこれぐらいだとしたらシナリオの面白さはこれぐらいだって言って、俺は結構その場で号泣したりしてて、もうなんかこんなはずじゃなかったんだ、なんかもっとすごいはずだったんだ俺が視聴者だったらこれがデスノートのアニメ版だなんて認めないとかいう気持ちが俺に生まれちゃうわけですよね。まだ俺は人間の頃は残ったからやめて、後ろの段ボールをこうやってバーンって蹴ったんですけど平尾くんがそのなんかすごい形ずつ球を避けるっていう素晴らしいことを考えたんで、本当にバカだなと思ってA place that has created legendary anime for over 50 years. A home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? アニメーション演出家の荒木哲郎です。代表的な作品はデスノートやギルティクラウン、鋼鉄王のカバネリ、そして進撃の巨人シーズン1から3などです。Before achieving unprecedented success with Attack on Titan Seasons 1 to 3, Tetsuro Araki got his start at Studio Madhouse and first made a name for himself as the director of Death Note and High School of the Dead. How did he climb the ladder to worldwide fame? Let's ask him. 自分が、アニメーションの業界に入って最初に入った会社で、それから10年間過ごしましたから、アニメというものを自分に教えてくれた会社ですし、すごいエネルギッシュな、場所だったんで、本当にこう大好きな場所だった、思い出深い場所です。自分は、マッドハウスに入ったら、結果的に、カードキャプターさくらの班に配属されて、で浅香さんの下で、演出を学んだ。入るまで浅香さんのことは存じ上げなかった。で入ってからその作品の素晴らしさ、その演出家としての技量っていうものには大いに影響されました。繊細でリリカルが主体ではあるんだよな。でそれでいつつちゃんとこうドラマだったり、レイアウトだったりがすごくしっかりしてますよね。そうマッドハウスのだからハードなところ、そのしっかりクオリティ高く作るそのハードな部分は受け継いでいるんだけど、そのキャッチーさが乗ってるんですよね、やっぱね、浅香さんの演出には。その可愛かったり楽しかったりっていう、だからこうマッドハウスというそのなんていうか伝統的な技術を背景にしながら、その時のアニメファンが好きな形にそれをこうなんかこう翻訳する側面があったんだと思うんですよ。そのただクオリティ高いだけじゃなくて、それをこうみんなが好きなところにこうなんていうか持っていって披露するっていうんですかね。浅香さんの作品が果たした役割というのはやっぱそういうものだと自分は思います。浅香さんとあとね、カードキャプターさくらでは助監督みたいな位置だったんですけど、高柳正人さんっていう監督さんいまして、その後ギャラクシーエンジェルの監督になる人です。でそのお二人に主に習ってたんですけど、でもね演出し始めの人が習うことって本当に例えばタイムシートにの使い方、書き方とか、ストップウォッチをこう、セリフを言ってストップウォッチを止めるんですけど、セリフのどのタイミングで勝ちやってますみたいなとか、こういうなんかこの辺の技術です本当にアニメ作りのこう基礎中の基礎の。でもその浅香さんも高柳さんもその基礎力がものすごい高い人だったんで、そこで教わっといたことはどこ行っても通用しましたし、こんなに綺麗なシート書く人初めて見ましたみたいな、もう単純な話定規を使います。もうそれだけでも意外にやらないんですよみんな。そのタイムシート一つでもこうなんか演出家の誠意ってものが結構伝わるもんですから。でっていうところは浅香さんがやってるのを見て、こんなにやるのかって思って自分はやるようになったことでしたね。浅香さんがそうしろって言ったんじゃないです。例えばスタジオにいるといいことがあるのは、コピーを取った紙の束がここに一山あるわけですよ。
その辺にドンってあるんです。で例えばそこには自分が実際に勉強したのはチョビッツの1話だったと思うんだけど、チョビッツの1話は浅香さんが処理やってて全部のカットのシートをつけている。でそのコピーの束がここにある。じゃあもう片っ端から見るわって言って、でこういう風にやってんだとかちょっとしたことなんですよ。例えば最後のカットで7秒のカットだとする。で TB がコンテには7秒で TB としか書いてない。だけど実際には最後にフィックスが入ってる。じゃあ最後のフィックス何秒入れてるかなっていうところをこう浅香さんのシートを見て意外に長い2秒あったとか、そういうところをひたすら見てたんですよ。でそれは結構その後の俺の演出処理のほぼ基本になってて、そこを全部その千冊の束から学んだんで、だからなんか基本的なだから手法は浅香さん高柳さんのものが今でも7割ベースになって、あと3割は自分の創意工夫みたいな、そんな感じですね。結構その制作進行の仕事をやっていても演出絵コンテとか演出の仕事やりたいって俺はアピールが強い方だったんですよね。ほんとちょっとしたことなんですけど、なんか駐車場今週工事あるんで使えませんっていう張り紙を作れって言われるわけです。でそしたらそれをちょっとかっこよかったり面白かったりするものにできるわけですよね、多少は。だからそういうのでなんかこれ誰書いたの荒木ですみたいな、バカかあいつみたいな、大体笑わせようとして書いてたんで、張り紙すぎないんだけど惑星が爆発してなんか人がそこから吹っ飛ばされた人が言ってるとか、そういう分かんないんですけど、だからそういうことしてるうちになんだか面白かった、なんだか印象に残ってたみたいでこいつにやらせてみたらみたいな、大体ちょっとした絵コンテの仕事とかぐらいだったらなんかあるもんですから、そういうのを拾ってこれたんで、それで結果的に早めに演出になれたっていうことだと思います。当時の俺特に演出し始めだから絵のクオリティを上げるなんていうこともできないんですよね。そういうことがやれるスキルはないんです。ただ面白いギャグを思いつくだったら20代の前半だった自分は割と有利だったんですよ。今のお客さんが面白いかなって今だったら疑っちゃう。だけど20代前半の人ってそこは恐れを知らないんですよね。俺がそうだったんですけど、なんか俺が面白いと思ってることイコール客が面白いと思ってる、間違いないっすっていう温度でやれたんで、それを信じてたから迷いなくやることが大事だと思いますね。あとギャラクシーエンジェルはだからなんてほったらかしてくれるところが良かったんですよ。失敗してもいいという極端な話。一回だから本当ひどい回面白くもなければかっこよくもない本当ひどい回作ってもいるんですけど、すいませんって言ったら次は気をつけろよって言われるだけで済むんで、それが助かりました本当に。逆にそれほどにチャンスがある場もあんまりないから、ギャラクシーエンジェルは本当に素晴らしい俺を育てた作品だと思いますね。丸山さんのチェックが厳しいんでそれ丸山さんを通せるかどうかがいつも焦点になるというんですかね。で当時の俺は結構シナリオに書かれたことを平然と変えちゃうタイプの人だったので、ギャグものってのはね、なんかある程度そういう側面はあるんですけどね、シナリオ通りに書くことが必ずしも正義じゃない時はあるんですけど、脚本家さんに失礼な手入れの変え方だったり、つまりシナリオ打ちの場でこの回は何をやろうと思ってこのシナリオを OK にしたのかを察してなかった変え方だった。今の自分だからそういう言い方ができるけど、当時は丸山さんがまた直しを出してきやがったムカつくとかそういうことしか思ってなかったけど、今思うとそういうことだったんだなとは思うんですよ。彼はシナリオが気に入らなくて全部直しちゃうんですよ。でいつもトラブって事実です。彼が僕としょっちゅう喧嘩してたと。なんだよみたいなね、俺絶対このシナリオより俺のコンテの方がはるかに面白いと思うんですけどとか言うと、丸山さんがお前のコンテの面白さはこれぐらいだとしたらシナリオの面白さはこれぐらいだって言ってそんなにみたいな5倍ぐらい
どうしてお前はシナリオ通りやらないんだと。それはお前が面白いだけで俺が面白いと思えないっていうのは説得力がないことだからダメですと、もう一回書き直してこいって。俺も言われっぱなしじゃない方の若者だったんで、こうなんかこれは分かります、これじゃあこれは直しますけど、これはどうしてもこういうふうにしたくてやったそもそもみたいな、みたいなことを言ってると丸山さんがそのうち面倒くさくなってきて、こうなんかいいからやるよってシナリオ通りにっていう話になるから。シナリオ通りやらなくても面白ければ OK って僕がいつも言うから、ただお前が書いたら面白くない、面白さの質が違うということで、随分今までの子で一番戦いを演じたのが荒木君だと思いますよ。当時はただただ憎しみばかりがそう最初だから付箋を貼ってこのギャグ必要とかこの話唐突で分かんなかったとかという札をたくさん貼って戻すという方式なんですけど、G のレコンギスタっていう富野さんのガンダム作品やった時に富野さんからその同じように付箋が貼ったものを戻っていた時にすげえ懐かしい気持ちになったんですよね。こういう風にコンテが来たの久しぶりだなと思って、なんか世代も似てるから富野さんと丸山さんってこれってなんか世代の人の文化なのかなと思ったりしましたね。でもありがたいですよ、ギャグものを最初やり始めて、でそれはもちろん案外やってみたら楽しかったんですけど、でも本来やりたかったのはかっこよかったりこう怖かったりも含むそういうリアルものの方だったんで、チャンスがあったらいいなとね。ガングレイブはそういうものをそっちのジャンルで初めてやらせてもらえた仕事でしたよね。であれはあれですごく愛着あるし手応えみたいなものもあるんですけど、言っても自分の技量が追いついてなかったと思ってて、いわゆるオールラッシュっていうみんなで自分のその回の演出が作ったフィルムをみんなで確認してリテイクを出すみんなで見る場があるんですけど、ガングレイブとかのやつは俺は結構その場で号泣したりしてて、もうこんなはずじゃなかったんですもっとすごいはずだったんだみたいなことをそれでとにかく悔しかったんですよね。でそういうのもあってブラックラグーンはすごい頑張ったのを覚えてますね。ブラックラグーンが俺にだから第9話のロベルタの回なんですけど、その回が自分に与えた気づきっていうのは結構多くて、そうだったかっていろいろ思ったんだよな。つまりね、なんつうのかな、そうだ、それはその後もずっと思ってることなんですけど、クオリティを作るのは天才じゃなくて真面目な人の地味な努力の積み重ねであるっていうことをもうはっきり体感として感じたのが仕事だったんですよね。あれをやった回に天才的な人っていうのは一人もいないと思ってて、なんつうのかな、俺も含めてただ真面目な人が集まったんですよ。で真面目な人の真面目な努力っていうやつを本気で突き詰めるといきなりそのクオリティっていう化け物が出現するんだなっていうことが分かって、それが大きい体験でした。片渕さんは天才ですよ。片渕さんは天才です。でも僕は天才ではないから。だから天才的なひらめきの部分は本当に最後の1割とかだなっていうことなんだよな。9割は地道でしょうがない努力っていうんですか。マッドハウスがすごい作品数が多くなる年だったんですよね、確か。で社内の監督はみんな埋まってて、じゃあ俺にやらせればいいじゃないですかみたいなことを言ったんですよ。その時点の俺ってデスノートを振っていいキャリアじゃ全然ないんですけど、そんなにいないんだったら俺にやらせてくださいよって言ったんですよね。でその場ではそんなバカなみたいな、あるわけねえだろみたいな感じで終わったんですけど、数週間数ヶ月は経ってないかなぐらいのになってから改めて呼ばれて、本当にやるって聞かれて、もちろんやりますけどって言ってやったみたいな流れでした。で本当にやるって言っちゃうぐらいにマッドハウスの中の戦力は使えない作品だったんです。あれはつまり作品数が多くて中にいる人は全然やれないよっ
全く。でもどうせなんていうの、最初の作品、監督作品なんてそのなんていうかね、理想的にやることなんて目指してもしょうがないですから、どうせ失敗するんだしみたいな、なんかいいから飛び込もうって思って、どんな状況だって言われてもやりますって、普通にやりますけどって言ってたんですけど、キャラクターデザインには北尾さんっていうね、その頼りになる方が来てくださったし、とにかく飛び込みましたね、そこはためらいはなかったですよね。絵コンテにこだわってスケジュールをこう食いつぶし、そのいわゆる作画以降のフィルムアップまでの時間をこう自分が食いつぶしてギリギリまで粘った。ずっとね、全部の話数を1ヶ月で作るというものにならざるを得なかったわけですよね。でそれはだから俺のせいではあるよな。監督は何のためにいるのかというと、お客の気持ちをこう吸収するためにいるわけですね。だからそのデスノートという作品で、俺が視聴者だったらこれがデスノートのアニメ版だなんて認めないとかいう気持ちが俺に生まれちゃうわけですよね。それが大事なんですけど、でこの回がこんなに雑にそのなんていうの扱われることがあってはならない、この絵でオンエアされることはあってはならんとか、そういうふうにしてなんかこう対処する。例えば具体的にはこれ創作家さんにね、これ北尾さんにごめんなさい、これこっからここまで全部北尾さんが修正入れてくれなかったらこれはもうオンエアできないと思っていただきたいみたいなとか、そういう感じで、あとは絵コンテももちろんこのシーンがインパクトのあるものにならなかったらもうこの回のアニメ化なんかしない方がいいんだよみたいな感じで、絵コンテはこだわりましたね。普通にこだわっただけだけど時間がなかったんで、普通にこだわるだけでも大事だったっていう感じですけど、今のアニメ界の常識だとそれは無理だろっていう期間だったんですよ。これぐらい時間なかったんですよって言うとみんなすっごいびっくりして、そんなに短期間でアニメって作れるもんなんですかみたいな。特にデスノートね、その人気がしっかり人気ある漫画のアニメ化ですから、注目されますんで、もっと準備して大事に作ってオンエアすると思いますよ今だったら、当時の状況ですね。デスノートをギャグにしてやろうって思ったことは一度もないんですけど、なんていうかっこよくて面白いエンタメを作ろうと思っただけなんですけど、なんかある瞬間だからこう何かひらめいたっていうか、こうなんつうの、やりすぎるとめちゃめちゃ笑えるっていうことに気づいちゃったもんですから、なんかフィルム的にも思わずやりたくなって、それをどんどん入れ込むようになりましたね。こうなんか状況はシリアスで真面目なことをみんな言ってるし、人が死んだりしてるし、こう大変なことが起きているにもかかわらず、なぜかこちらに伝わってくる感情がもうあまりにも爆笑みたいな、そういう瞬間がデスノートにはあって、それはもうなんていうかな、意識してやりましたね。でもそれ原作にあったからですよ。そうそう、俺が原作からそういうものを読み取ってしまったから、別に読み違いじゃないはずです。だって漫画で俺は笑えたんだからって、だからそこはだからギャグ経験は役に立ったのだろうなとは思いますね。平尾君とはだから要所要所で仕事を一緒にしてて、それが結構こうインパクトのある仕事も多くて、デスノートはだから彼がやった36話というその最終回の1個前の回があるんですけど、それが本当に面白くて、なんだろう、こんなに真剣にやってるのにこんなに笑えるフィルムってあるかなっていうぐらい笑えたのがその36話で、もうデスノートというもののこうなんか代表する回はその36話ではないかと思ってるぐらい好きですね。ハイスクール・オブ・ザ・デッドも一緒にやったし、その後もちょいちょいこう一緒にやってる大事な仲間ですよね。橋本君は今も昔も本当にすごい有能なやつですよ。だからマッドハウスにいた若いプロデューサーで優秀だからデスノートにあてがわれたと思うし、で今でもなんていうかな、彼のことはすごいなと思ってますけど、とにかくその時にはただただ喧嘩をもう本当顔を見るのも嫌でしたけど本当喧嘩したことしか覚えてないですよね。本当だからこう彼もなんていうの、あれが
気が重かったと思いますよ、デスノートって仕事は。彼と話しててあまりにもムカついて、一回彼の携帯をガッて取ったんですよ。それでこいつを壁にこうやって投げつけて粉砕したらさぞかし爽快であろうって思ったから手に取ったけど、いやって思って、まだ俺は人間の心が残ったからやめて、後ろの段ボールをこうやってバーンって蹴ったんですけどそれで済ませてあげたんですけど、というぐらい対立したんですけどね、でも今となってはいい思い出ですけどね、その後だからこう橋本君に例えば自分の作品で困った時になんかちょっと手伝ってくれないとか彼に声をかけたりすることもあったし、とにかく彼のことはとっても好きだし尊敬してますけど、とにかく当時は仲悪かったですねなんか社内で動いてる仕事の中でいわゆるアニメファン向けみたいな感じでこうなんかキャッチーなものっていうのがあんまりなかったんだと思うんで、丸山さんがそんなに気乗りしてない感じでこれうちに来てんだけどって言ってたやつを俺これやりますって言って、当時はトラドラっていう素晴らしい作品があって、でそれを見て田中将義さんの絵すごい好きだったから一緒にやってもらえませんかって言ってやってもらえたし、でなんなら背中合わせでこうなんていうか結構しっかりこうがっつり組んで仕事ができたからこうハイスクール・オブ・ザ・デッドはやっぱ田中将義さんと一緒に仕事した、思い出として強烈でしたね。いや田中さんすごいんですよってなんか知ってると思うけど絵がうまいだけじゃなかったから現場掌握力が結構あったんですよ。例えば監督の演出方針みたいなのをちゃんと分かってだったらこの方がいいって逆提案してくるとか、あとはその下のアニメーターさんたちに対してのなんかもっとこうした方がいいよっていうなんかこう話しに行くそのコミュニケーション力とかも含めてものすごい強くてこんなにこうなんかオールラウンドに強いこの人は出世するだろうなってあっさりその通りになりましたけど、すごかったです田中さんは。ザック・スナイダー版ドーム・オブ・ザ・デッドゾンビものですから当たり前だけどロメオ版のというかゾンビ映画はすごく参考にするわけですね。もともと原作も参考にしてるしで、そこをプラスなんかアクションのけれん味であるとかスピード感っていうところまでがあるのがザック・スナイダー版のドーム・オブ・ザ・デッドで、それはなんかその後もアクションものにおいては俺が好きな映画の代表としてそれこそ「進撃の巨人」の打ち合わせでも割と出してますしなんか色とかも含めてねリアル感とスタイリッシュさ、けれん味みたいなもののバランスが素晴らしくいいと思ってて、だから自分大好きな映画なんでよく上げてました。でハイスクール・オブ・ザ・デッドの仕事の中でもしょっちゅうこれみたいになりたいみたいなことは言ってましたね。意外にだからアクションよりその前におっぱいって言ってた作品なんですけど、あれはだからおっぱいを大事にする作品だったからそれでなんかおっぱいで一芸見せてくださいとまで各話の人に言ってて山本小夜にも言ったし平尾君にも言って、で平尾君がなんかすごい形ずつ球を避けるっていう素晴らしいことを考えたんで本当にバカだなと思ってでもだからそういうのをこうなんかやっぱなんか現場が元気になるんですよね。ちょっとそういうこうなんかちょっとしたなんていうか遊びがねあると。でどうせ作るのが大変な作品だっていうことは分かってたんでそういったこうなんかちょっとしたこうなんかおふざけ的な息抜きに現場的になればいいなと思って、これ実際そういう感じになったし良かったですよ。アクションのところは俺は畳みかけてギュッて尺をギュッとしちゃう、結構短くパンパンカットを変えちゃって、で溜めるところは例えばスローであるとか溜めるところはこう長く、そしたらその尺の緩急ですね、そうだ尺の緩急を一番気にして、これはでもハイスクール・オブ・ザ・デッドに限らないです。その後も全部そうですけど、それが一番自分がこだわってる部分だし、多分それってでもマッドハウスで川尻さんのフィルムとかがそういう風に俺には見えたからそうやってるんだと思います。なんていうかスローで溜めるところと畳みかけるところのこうスピード感の緩急は普通の人が思ってるの倍ぐらい極端がちょうどいいなっ
とかそういうことを思ってたんですよね、だから俺もそういうふうにしようみたいにして、絵コンテで思わず1秒って言って短いカットだと思うでしょ。違う、川尻さんだったら6コマですねこれは。そんな感じのやつですね。ここはだからマットから教わった、受け継いだ部分じゃないのかなって思ってます。これはでもね、マットが嫌になったとかではもちろんなくて、そのオリジナルの作品の監督をやるっていうのは、アニメ界に入った人だったらまあ目標として自然に持つものなんですけど、でただそのチャンスはなかなかないものです。で少なくとも当時のマッドハウスでいうと、原作ものの監督の仕事はやれるけどオリジナルの作品の監督が来ることはないなって感じだったんですよ。で、その時にそのプロダクション IG の、ここのウィットスタジオになる前身の会社ですけど、プロダクション IG のロッカというところのプロデューサーの中竹さんって人、中竹さん和田さんが、自分たちがオリジナルで作品を作ろうと思っているんだけど、なんていうかどうですかって、よければ協力してくれませんかっていう話が来たんで、だからそれがいいタイミングだったんですよね。自分もその原作ものとして監督を3つぐらいやったかで、そろそろオリジナルがやりたいなと思っていた時だったんで、それをきっかけで出ますっていうことにして、っていうのが理由でした。ギルティクラウンですよ。結果的にそれはギルティクラウンになる仕事ですけどでしたね。でもその後も丸山さんとはなんていうか、いつもちょいちょい話をするし、なんていうか良好な関係だと思っているのですが、みたいな感じですね。いる時には分からなかったんですよ。で出てみて分かったことっていうのはいろいろありますし、で要するにこうたくさん作る会社だったんだなっていうことは思いました。これもでもマッドハウスはずっとそうだったわけじゃなくて、多分90年末から2000年代に入ってマッドハウスという会社は、たくさんの作品を作る会社になって、でその時代になってから入ったので自分は。で、そして他の会社と比べるとちょっと無理してでもたくさん作る方なんだなっていうことを思いました。それはそれでなんていうか一長一短、そういいこともあり悪いこともあるんですけど、でもやっぱこういいところもたくさんあると思いました。刺激的な場所でした。Our interview with Tetsuro Araki comes to an end. Did you enjoy learning more about the beginning of his career? In the next episode, we interview Ryosuke Nakamura, a director known for his work on Studio Madhouse's series in the 2000s, such as Monster, Nana, and Hajime no Ippo.